皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。ロシアによるウクライナ侵攻、その長期化に伴って制裁もまた少しずつ段階を上げてきました。一つ一つの制裁それ自体には何かとてつもない威力があるわけではありません。しかし、複数の制裁が様々なところでロシア経済の足かせとなり、じわじわとロシアの足元を崩しています。今回の動画では、ロシア経済の国際的な評価の下落と戦争の長期化に伴ってウクライナ支援の展望についても解説していこうと思います。今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ロシア通貨安の影響。GDP ランキングでロシアは世界8位から11位まで後退。2、NATOウクライナへの支援。来年の支援予算7兆円が最終合意に向けて話し合われています。3、アメリカの弾薬補給。3700億円支援を発表。ロシア、世界経済大国トップ10から脱落。ロシアの通貨ルーブルの下落により、ロシアは世界の経済大国トップ10から外れる結果となった。2023年のロシア経済は 3.6% 成長し、これは世界を上回ったが、アメリカのドル・ルーブル安により、経済規模は 2.27 兆ドルから2.02 兆ドルへと 10.8% 減少したと世界銀行は推計している。その結果、ロシアは経済規模ランキングで8位から11位に後退し、イタリア、ブラジル、カナダに次ぐ結果となった。一人当たりの観点から見ると、ロシアははるかに見劣りする。2022年 GDP は 15,445 ドル。2023年の GDP は13,817 ドルだった。これはロシアが86位に落ちたことを意味する。上下の国はメキシコとアルゼンチンだ。ほぼ20年間、ロシアは世界銀行の経済大国のリストで10位に位置し続けている。一時的にトップ10入りしたが、別の危機や通貨安が発生するとランキングから外れることとなる。GDP はその国の経済状況をざっくりと表したものとなり、その国の経済が拡大傾向にあるのか、それとも縮小傾向にあるかというのは非常に重要なことです。しかし、ロシアは一応は経済成長はしています。現在のロシアの主力産業は軍事産業。国家予算の3割を割いて、莫大なお金を軍需産業につぎ込んでいます。作ったものをすぐ消費するといったことから、とにかく大量消費を行っているわけです。現在のロシアはそうした軍需産業にお金を注ぎ続けている関係で、それ以外についてはさっぱりな状況だとも言えます。また、欧米からの制裁に伴う悪影響といったものは確実にロシア経済を蝕んでいます。その中でもアメリカによる制裁に伴うドルやユーロ決済の大規模な凍結状態といったものは世界経済全体から見てロシア経済が砂はじきにされるような話であり、これに伴ってルーブルの実質的な価値は大幅に減少していると見られています。そのため今回のような GDP で見た場合における経済規模ランキングで8位から11位へと後退したというわけです。ただ、こうした通貨安については注意しなければなりません。特にロシアのように自国で多くの資源があり、それを輸出する国にとっては、通貨安それ自体は本来であれば大きな利益を得ることができます。ところが現在のロシアの場合だと、そうした通常のといった頭の部分が全く通用しない状態になっています。例えばこれまで解説してきたロシアの資源の一つガスについて、ヨーロッパ市場ではそもそもロシアから買わないという国が非常に多くなって、ヨーロッパ市場の需要 80% を喪失してしまいました。さらにここ最近だと中立の姿勢を貫いていたトルコがロシアからの購入を 70% 減少させ、調達先をアゼルバイジャンへと変更しています。また大枠の話としては、ロシアが資源大国であり、そうした資源を輸出していること、それ自体を制裁の対象として上限価格規制といったものも行われています。ロシアとの関係を深めることは、それに伴ってアメリカからの金融制裁を受ける可能性があり、それに伴ってロシアとの取引それ自体を取りやめようという国や銀行、企業といったものが様々出ている関係において、
通貨安イコール輸出でどんどんと儲けられるといった状況では今のロシアでは当てはまらないのです。ちなみにガスについての続報なのですが、トルコがアゼルバイジャンからの調達を増やしたという話をしましたが、このアゼルバイジャンからのヨーロッパ供給を増やそうと考えている国があります。それがウクライナです。ウクライナとしてはロシアの収入を少しでも減らそうと考えています。そこでウクライナ国内に走っているガスパイプライン、その使用先として現在はまだロシアからウクライナを通って、そしてウクライナから東欧へと送られるガスなどがあります。現在戦争状態にある2つの国ですが、経済活動の一つとして両国をつないでいるガスパイプラインの使用は粛々と行われているのです。しかしこの契約も期間が定められていて、期間が延長しないようにと現在ウクライナは考えています。現在ロシアからハンガリーへと送られているガス、それ自体をもう送れないようにして、その代わりにアゼルバイジャンからヨーロッパ供給を増やし、それに伴ってロシアのガス収入、それ自体をもっともっと減らそうという計画を立てているのです。この話がうまくいくかどうかは、供給する側のアゼルバイジャンの供給量がどれだけ確保できるかにもよります。また、こうした計画を実施しようとすれば、ロシアはこれまで自国のガスを送っていたパイプラインを攻撃対象へと切り替えるかもしれません。そして大赤字に陥っているロシアのガス会社は国内での販売価格を引き上げる、また様々な国からの金融制裁などに伴って手間暇コスト上昇に伴う国内の物価高といったものも進行しており、ロシア国内ではインフレをなんとか抑制しようと金利の引き上げを続けています。日本の場合だとゼロ金利政策といったものをようやく少し緩和した状態にしか過ぎませんが、アメリカは好景気の中でインフレを抑えようとして金利は約 5% 前後になっています。それに比べるとロシアの公定金利はそれをはるかに上回る現在 16% から 18% へと引き上げようとしています。こうした政策金利というのは発行する国債の利率へとつながっていくわけなので、通常では非常に高すぎるかなと思えるような利率となっています。しかし現在のロシアの状況というのは、利率がめちゃくちゃ高いんだったらどこか利率の低い国で資金を調達してロシアで運用すればものすごいお金が増えるじゃないかみたいなことが当然のように成り立ちません。表面上の利率が高くてもそれ以上に現在のロシアでのお金の運用といったものはリスクが高すぎて割に合わないのです。本来異常な金利の高さといったものは逆に言えばその国の経済の不安定さを表しているものだとも言えるのです。次に NATO の動きを紹介します。NATO がウクライナに7兆円支援合意。ロイター報道。ワシントンでの首脳会議で合意へ。ロイター通信は NATO 加盟国がウクライナに対して来年約7兆円規模の軍事支援をする方針だと報じた。ワシントンでの NATO 首脳会議で正式に合意する見通し。加盟国はすでに年間400億ユーロ規模の支援をしているが、来年も続けることを確認する。11月のアメリカ大統領選で支援に消極的なトランプ前大統領が返り咲いた場合でも NATO 主導の支援を維持する狙いがある。ストルテンベルグ事務総長は複数年にわたる7兆円規模の支援を提案したが支持を得られず、加盟国は将来的に支援規模を再検討することで一致した。ちょっと早く感じるかもしれませんが、NATO が今回合意しようとしているのは今年の話ではなく来年のウクライナ支援の予算規模についてです。現在の情勢はどちらかの国が一方的に一気に戦線を大きく動かすような状況ではなく、じりじりと少しずつの変化しか起こっていないような状況です。ですから今年で何か戦争が終わるといったことはほとんど期待できる状態ではなく、来年もそしてその次も十分戦争が続く可能性を考えなければならない状況です。そしてこの記事の中でもあったように、もしもアメリカの政権が交代し、それに伴ってウクライナ支援の様相そのものが大きく変化しようとしても、 NATO は NATO として変わらず支援を続けるんだぞということを今から確定させようとしているわけです。当然これは現在のバイデン政権下における約束事として決まり、たとえ政権が変わってもすでに来年の支援規模については確定しているんだよということを来年も引き続
々言えるようにしておくわけです。なお、この会議においては、ウクライナの将来的な NATO 加盟についても議題に上っています。現在の情勢から言えば当然のように、今は無理というのはどこの国も認めていることです。しかし、状況が変わればそうではないといった具合にして、条件をいくつか設定し、それらの条件を満たすことができれば、NATO 加盟への道も開けるというように、今から議論を行おうとしているわけです。ちなみにこの点についても結構問題があって、アメリカの大統領選挙絡みで言えば、トランプ前大統領は直接的に明言はしていないものの、彼の周辺にいる政治的なアドバイザーたちは、NATO 加盟国をこれ以上増やさないといった方向で、プーチン大統領と取引を行い、これに伴って現在の戦争を何とか終わらせるべきだと考えているとされています。当然のように NATO 加盟を考えている国々にとっては、その道を完全に立ってしまおうとしているわけです。そうしたことがすでにアメリカからのニュースとして何度となく上がってきているような状態ですから、ここでもまた政権が変わる前にある程度の道筋をウクライナに用意しようとしているわけです。最後にアメリカのウクライナへの軍事支援、弾薬補給について、アメリカ、ウクライナへの3700億円の追加支援発表、砲弾や迎撃ミサイル。アメリカは3日、ウクライナに対する新たな約3700億円の軍事支援策を発表した。国防総省によれば、今回の軍事支援策の中には、1億5000万ドル規模の砲弾や迎撃ミサイル、対戦車兵器などが含まれる。支援策のこうした部分については、議会の承認を必要としない大統領権限によるもので、早急にウクライナに引き渡すことができる。追加の22億ドルについては、今からメーカーと契約しての発注となる。米軍在庫からの引き渡しについては、以下のものが発表されている。防空システムフォーク用ミサイル、ハイマース用の弾薬、その他、砲弾や迫撃砲弾、対戦車ミサイル、銃弾手榴弾などの弾薬類、装甲車両などの運搬車両、その他細々とした装備品類について軍の在庫からウクライナへと供与されます。また、メーカーへの発注についての話は、パトリオットミサイルやナサムスといった対空ミサイルシステム用のミサイルを製造・供与するための発注が行われます。現状はアメリカから何か新兵器がウクライナへと引き渡されるといったことはちょっと期待できないでしょう。例えばトマホークミサイルのような射程1600キロのミサイルをウクライナに引き渡すといったことなどはちょっと想像できません。しかし、これまで供与した実績のあるものについては補充したり追加だったりといったものについては引き続き行われることでしょう。そして今年中の話で言えば、ウクライナ支援のための予算は獲得しており、ウクライナの前線において弾薬不足といったものは起こらないような状況とも言えます。だからこそ次に行われる大統領選挙によってアメリカのウクライナ支援の姿勢がどのように変わるのか、ウクライナ情勢は大きく影響を受けることとなります。ちなみにバイデン大統領とトランプ氏とのテレビ討論会の結果については以前の動画で解説しましたが、非常にバイデン大統領の老化といったものが目立つこともあり、私はこのままだと政策議論その前の話としてバイデン大統領は選挙にはとてもではないけれども勝ちそうもないなというふうに私は見ています。もちろんアメリカの国民がどの点について評価を下して大統領選挙の時に投票するかは人それぞれでしょうし、日本人の感覚からはまた違うかもしれません。しかし、こうした一見すると選挙をする前の段階から非常に危険だなというような状況が見て取れるので、もうちょっとバイデン大統領は自分の体調などを考慮して方針に道を譲ってほしいものです。日本の政治においても、いわゆる高齢者の人たちが日本の非効率な行政などを刷新することができない大きな障害になっているなどといった話は何度となく言われるものです。そしてアメリカの大統領選挙は81歳と78歳という超高齢者との戦いといった非常に問題しか感じさせないような状況になっています。独裁者による政治というのは、ロシアによるウクライナ侵略で国民の命を非常に軽視するといったことも明らかであり、言論の自由なども一気に奪われてしまいます。そうした意味で民主主義には民主主義だからこその良さがあるのですが、しかし同時にその民主主義の悪い面もまた
近年では非常に目立っており、これからの国際情勢の混迷の原因の一つともなっています。というわけで今回の動画はここまで。ロシアによるウクライナ侵略、それが長引けば長引くほどかけられた制裁の悪影響といったものは積み重なっていきます。ロシアの未来はロシア自身が閉ざしていくものであり、軍事経済は永遠に続けられるようなものではありません。しかし一方において民主主義体制は選挙に伴って国の方針そのものもその度に大きく変わることとなり、独裁者の一貫した侵略姿勢といったものと比べると残念ながら不安定さもあります。だからこそ今世紀が戦争の世紀になろうとしていることを私たちは目撃しなければならないような状況なので、せめて日本は日本で自国の守りをいかにして固めるかといったところにより多くの国民の関心を集めるように啓蒙活動していかなければなんていうことなんても思ったりもします。あなたは今回の話を聞いてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録して良かったなと思われる方は他の方にもこのチャンネルをお勧めしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。